モ活時間の記録 Vlog。今回は食玩キットの制作です。衝動仮面ライダー VS から01仮面ライダー915を開封、組み立て、塗装まで一気に見ていきます。仮面ライダー VS は食玩フィギュア衝動の仮面ライダーシリーズです。全高約 100mm のサイズで緻密な造形と高い可動範囲が特徴。手のひらサイズながらシャープな造形と豊富なポージング性能を備えていて、コレクション性の高さも人気の理由です。後継シリーズの衝動 X へと発展する礎となった仮面ライダー食玩史を語る上で欠かせない名シリーズ。この915が仮面ライダー VS シリーズの記念すべきナンバーワン。最初のリリースキットでした。大自然の使者仮面ライダーが表題。同時リリースは V3、X とアポロガイストでした。まずはキットの開封から。封入されているのはボディ、手の交換パーツとスタンド、頭部、マフラー、そしてアンテナです。手のパーツは左右合わせて3種類、6つが入っていました。全体的に落ち着いたダークカラーでシンプルかつ武骨なデザインが特徴です。組み立てます。両手グーの手のパーツで組んでいきます。右左と腕部に取り付けていきました。赤色のマフラーを挟み込む形で頭のパーツをジョイントします。頭部のはめ込みは若干硬い印象。はめ込みには少し慣れが必要です。このキットではアンテナ部は別パーツで頭部に接続をします。使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して台座にして自立させることができます。右足をスタンドに接続しました。仮面ライダー915は技の1号の原点ともいえる存在で、高い運動能力と格闘技を生かした戦闘を得意とします。フロントビューからリアビュー。右を開き手に換装してポージングです。フロントビューからリアビュー。さらにもう1種類の手に換装しました。塗装に向けミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き付け、マットな質感の下地を作っておきます。続いて追加塗装です。この915は頭部、背中が2塗装箇所あり、ベルト、タイフーンも白だったところを銀色に塗り替えをしていきました。ベース塗装です。パレホのモデルカラーホワイトグレーという塗料を使いました。追加で色分けする箇所に塗っていきます。一手間ですが、この後の色ののり、塗装効率を考えると重要な工程なので、色分け箇所に漏れなく塗っていきます。色分けの1色目は銀色を上塗りしました。ゲームカラーのシルバーです。主にベルト、タイフーンのバンド部分です。白への上塗りになったので、ここにはベース塗装はしないでペイントをしていきました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。ベルトの風車の箇所です。ガンダムマーカーの墨入れ用極細ペン 0.3mm ブラックを使いました。仮面ライダー915は1971年放送開始の仮面ライダー第1話から13話を中心に活躍したシリーズ最初の仮面ライダーです。そして頭部、背中の色分けです。使用したのはウォーハンマーカラーのレイヤーソテクグリーンです。ブーツやグローブのカラーにできるだけ近いカラーでチョイスをしました。レイヤー塗料は本来は上塗り用のハイライトカラーですが、この色はそこそこ隠蔽力が強いです。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。続いて赤です。ベルトの装飾箇所にゲームカラーのブラッディレッドを使用しています。鮮やかな赤カラーです。極細筆で丁寧に色を入れました。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくいマットな仕上がり。これらが何といってもパレホの魅力です。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。
色塗り終わったパーツを組み立てます。右腕、左腕と順に手のパーツを取り付けます。グーの手のパーツから。素組みの際と同じく使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して台座にして自立させます。右足にスタンドを取り付けました。足、腕の位置、向きを微調整して本体は完成です。これで組み上げ完了です。フロントビューからリアビューがこちら。右手を開き手に変更してポージング、フロントビューからリアビュー。さらにもう1種類の手に換装して、これまでの制作記録から今回と同じ915ライダーを見ていきます。バーサスの後継シリーズであった衝動 X の仮面ライダー915です。マスクがより黒に近づいた成型色になっています。アンテナ取り付けもリニューアルされた仕様です。続いてさらに後継のシリーズで衝動ダブルクロスの仮面ライダー915です。また微妙にデザインが刷新されました。造形とは別に可動域や関節の作りはだんだん洗練されスムーズになってきています。続いては915でも桜島バージョンと言われるものです。ロケ地にちなんだネーミングでマスクのカラーがより黒に近い1号の仕様。新1号に至るまでのヨーロッパでの形態とも言われるデザインです。まずは衝動 X の造形で制作したもの、そして衝動ダブルクロスでの桜島バージョン915の造形がこちらです。フォルムが幾分スタイリッシュに見えます。かなり黒に近いカラーリング。1号ライダーは新1号、今回の915号、そして桜島バージョンとおよそ3種類のデザインでフィギュアやキットが作られることが多いです。ということで今回は食玩キット製作仮面ライダー VS から01仮面ライダー915号組み立て、そして本体パーツへの塗装を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。